どうもです。今回はですね、なんと世界最大の鳥類ダチョウを仕入れることができました。知人からね、とある噂をね、聞きつけまして、都内にね、ダチョウを食べれる店があるっていうことを耳にしまして、で、いろいろ調べたところ、実はダチョウって数少ないけども、日本でね、食肉用として飼育されてるっていう事実に気づいてしまったんですよ。でですね、ダチョウ育ってるところにいろんなところに電話をかけまくりまして、どうしてもダチョウの肉が食べたいということで、今回ダチョウの肉を購入しました。なんと1匹、20万円でございます。はい。日本だとね、牛、鶏、豚、この3種類ぐらいしかね、食べないと思うんですけども、意外と食肉用として作られてる他のね、動物とかもいて、そのうちの一種ですね。それで言うとね、馬とかもそういう食肉用の一つですしね、決して僕がそこら辺にいるダチョウを捕まえてきたわけではなく、正規的に生肉として、購入させていただきました。このダチョウなんですけども、野生のダチョウとは違いまして、野生のダチョウはね、アフリカに生息してるんですけども、アフリカで家畜用に交配させられてできたのがアフリカンブラックという種類になります。野生にいるものはですね、レッドネック系とか、あと3種類ぐらいいるんですけども、また別の種類になるらしいですね。はい。さすがにちょっとね、今回おそらくこれ100キロ超えてますね。久しぶりに100キロ超えの生き物なんで、少し緊張しておりますね。とりあえずね、前段階はね、この辺にしといて、オープンしていきましょうか。さて、袋を開けていこうと思うんですけども、未だかつてない初めての事態が起こっています。これ、まな板、今まで50キロの魚だったりとか、いろんなものを乗っけてきたんですけど、かつてここまでまな板が曲がったことを見たことがありません。なんか、本当にね、これ分厚いんですよ。魚ってこんぐらいの厚さじゃないですか。めっちゃ分厚い。ものすごく分厚くて、ここがね、足なんですけども、足だけでももう、生ハムの原木と同じ大きさです、本当に。じゃあ、開けていきましょう。にしても、すごいな。普段魚しかさばいてないんですけど、こういう食肉、動物だったり鳥類ってこんだけでかいものをさばいてるんですよね。ぬるぬるしてる。なんかはい、というわけでですね、袋を剥がし終わって、ここからね、ちょっとね、観察と説明をしていこうと思いますが、で、これ解体をね、今からしていくんですけども、YouTube がどのレベルまで広告を剥がしてくるのかっていうのはわからないんで、一旦編集して広告がつくかどうかっていうのを出してみるんで、どっから見れなくなるかわからないんですけども、全体を見たい方はですね、メンバーシップで全てモザイクなしで、僕が今一番気になってるのはダチョウのこの筋肉というよりは、このダチョウのね、脳みそとか、そういったね、希少部位がね、どんな味がするのかっていうところまでね、しっかりちょっと味わってみたいというところでやっておりますんでね、ここのチャンネルでしか絶対見れない、動画となっております。で、サブスク、3種類ありまして、1ヶ月前までの最新動画でしたら500円で見放題。月500円に一番近い設定で金額します。これね、YouTube ね、500円ちょうどにね、設定したりできないんで。2つ目は、3ヶ月、直近3ヶ月の最新動画が全て見放題なのが2000円に近い形でね、やります。そして3つ目のコースなんですけども、過去動画全て見放題で2980円に一番近い値段でね、設定させていただきます。これ、円のレートでね、ちょっと変わってきたりとかもするんで、しっかりしたことがね、ちょっと言えないんですけども、この3種類でやっていこうと思います。最後の3つ目のね、2980円のコースは、得点をね、これからいろいろ華やかにしていこうと思ってますので、お楽しみにといったところで、早速ね、観察をしていきましょうか。まずですね、こちらダチョウの頭でございます。脳みそをね、潰して屠殺されておりますんで、反対側はね、結構グロテスクなんで、反対側見せることはできないんですけども、ダチョウはですね、非常に頭が悪いと言われておりまして、頭がね、もう見るからにちっちゃいじゃないですか。100キロもあるのに、この俺の握り拳よりも小さい頭、そしてその中にある脳みそはさらに小さいと。大体ね、くるみのサイズと同じぐらいの脳みそしかないと言われてます。それゆえにですね、ダチョウは記憶力がほとんどないと言われております。どのぐらいないかっていうのはね、もうこれも諸説あるんですけども、ダチョウって100キロぐらいあるんで飛び乗れるらしいんですけども、飛び乗ってやっぱ体が重くなるじゃないですか。うわ、人間が乗ってきたら嫌だなっていう気持ちも数秒後には忘れて、体が重くなってるっていう感覚しかなくなるぐらい記憶力がないらしいです。ダチョウってね、集団で生活してるんですけど、家族が入れ替わっても全くわからないらしいです。
ただね、人間ベースで考えますと、記憶力も思考力もないなんて変な生物だなと思うと思うんですけども、人間の脳ってすごいハイカロリーで、これだけ筋肉とか動かして一日中動いても、そのうちの 20% はですね、脳がエネルギーを使ってると言われてるんですね。はい。そして水中ではですね、さらに脳みそにかかる圧は大きくなって、脳の酸素消費量だったりエネルギー消費量っていうのは飛躍的に上がると言われております。水中で息が持たないのはそれも一つ理由であったりするんですね。はい。私、素潜り漁師なんでね、そこは息が持つように訓練しておりますけども。はい。という感じでこのダチョウね、脳みそがね、弱いんですけども、弱い代わりにとてつもない能力をいくつか持っております。まずこの目がね、結構頭に対して非常に大きいんですけども、5キロ先にいるアリまで視認できるほどの視力があると言われております。とにかく視力がすごいということですね。そしてこの屈強な足ですね、めちゃくちゃ屈強なんですけども、蹴る力は4トンあると言われておりまして、時速60キロで30分間も走れると言われております。で、足にはね、もう本当に毛もなくて、すっごいね、硬くて、でっかいトカゲみたいな、なんかもう恐竜がもし現存してたらこんな皮膚してるんじゃないかなっていうような皮膚をしております。で、実際にかなり昔に進化止まった生物らしくて、恐竜にもね、若干近いというね、話もあります。それで足がね、とにかくすごいです。これよ、いかつすぎない？体重100キロの体を支えてるこの足ですよ。これはもう、かっこよすぎますね。で、足の裏はね、こんな感じ。意外とね、柔らかいです。めっちゃめちゃ硬いのかなと思ったら全然、なんだこの硬さは。マジで人間のかかとよりちょっと硬いぐらいですね。足の部分にはね、鱗がありますね。鳥って鱗があるんですね。これ初めて知りました。あんまり魚以外ね、詳しくないんで、ちょっと情報が曖昧なところもありますが、皆さんお許しください。そしてこのダチョウね、羽がね、この胸周りと、あと腰周りにたくさん生えてるんですけども、今はね、ちょっと湿ってて、別に綺麗には見えないんですけども、これ結構上等なものらしくて、アフリカではこの羽毛を求めて、ダチョウが絶滅に追い込まれそうになったこともあるみたいです。そしてダチョウの面白いことがもう一つありまして、免疫力が異常に強いんですね。大体汚い環境に生息してたりとか、よく怪我する環境に生息してる生物はですね、免疫力が強い傾向にあるんですけども、その中でもダチョウは比にならないぐらい強くて、ほぼ全ての細菌やウイルスの抗体を即座に作り出すことが可能だと。実際にコロナウイルスの時に研究でダチョウにコロナウイルス入れて抗体を作って、その抗体を使用してマスクが作られたりとかもしてたみたいです。とにかくですね、バカは風邪をひかないって言いますけども、それの究極系がダチョウですね。どんだけバカだってバカにしてもいいけど、絶対に負けないぞっていう超絶脳筋取りですね。はい。で、今回のダチョウは、だいたい体長が2メートルの、重さがね、これ曖昧なんですけど、男3人でようやく持ち上がるぐらい、80キロぐらいかなって言って渡されたんですけど、100キロは絶対にあります。これめちゃめちゃ重たいです。俺が80キロぐらいあるんで、この子が80キロなわけない。さて、ではですね、皆さん、こっからダチョウの肉の色が何色なのか気になるでしょう。普通さ、鶏肉って白いですよね。ただ、カモの肉とかって赤いですよね。ダチョウの肉は何色をしているのでしょうというね、まずここもね、皆さん気になるところなんじゃないでしょうかというところでですね、まずはその前に羽毛を取る作業があります。やり方がわかんないんでね、パワープレイでひたすらやっていこうと思います。鶏とかはお湯かけてやるんですけども、この毛が綺麗っていうことを聞いてるんで、一応毛を保存しとこうと思います。思いっきりこうやって抜けば抜けますね。結構パワーはいります。で、羽の形状はですね、昔のインクを使った筆のペンに似てますよね。先っぽは尖ってなくて、この白いので覆われてます。ただ家畜っぽい匂いはしないですね。腐葉土っぽいっていうか、動物園の匂いみたいな。でも鳥っぽくなってきた。鶏肉っぽくなってきたぞ。はい、ということで画面上はだいぶ毛が少なくなってきましたね。はい、こっからがスタートですね。全然進まないですね。手羽ができてる。握手できるまで行きましたよ、ほら。ほんまや。はい、ということでね、今30分ぐらいね、羽を取ってみたんですけども、終わりが見えないですね。基本的に、鶏はお湯をかけてね、毛をむしるんで、ちょっとお湯をかけてみようと思います。首とかはかけてもいい気がする。でもいけそうな雰囲気がちょっとある。わー、すっごい下駄箱の匂い。いっぱいの、つい
熱いけど抜きやすくなってる。明らかに抜きやすくなってる。手でボリボリ。熱いけどね。皆さんダチョウをさばくときはお湯をかけた方がいいです。はい、では背中側行っていきます。そしたらもうお湯をかけます。もうお湯をかけてしっかりと取りやすくして羽を取っていきましょう。これぼんじりですよね。そうっすね。ぼんじりの毛束やばい。毛がとてつもなく太いですね。ぼんじりだけこれ毛取れんのか。強めにやっておきましょう。さて背中側ね、お湯かけ終わりましたんで抜いていきましょう。よいしょ。スポーって抜けますね。綺麗に抜けました。はい、ではね、ここぼんじりの部分なんですけど、ぼんじりの羽はすごい一個一個がでかいですね。うわ、あんだけお湯かけたのに硬い。てかまな板が真っ二つに折れそうなんですけど大丈夫なのかな。はい、お腹の毛を取っていきます。でもみんな吊るし切りよりもここでさばいてる方が見たいでしょね。あとエアコンないし、あっち。よいしょ。きつい。はい、というわけでですね、2時間ぐらいかけて羽をだいたいむしり取ることができました。で、こっからね、解体に移っていくんですけども、ダチョウのね、特徴をまた一つ見つけてしまったんで、ちょっとそれをね、見せようと思います。ダチョウって重たいんで、足がね、非常に頑丈にできてるんですけども、おそらくね、休む時に、ここのお尻の部分と、ここの胸の部分を地面に当てて休んでるんですけど、その部分がね、めちゃくちゃ硬いです、これ。そしてですね、ここもも肉みたいに見えるんですけども、これドラムっていうね、部位らしくて、このドラムと呼ばれているものの下のところに、フィレと呼ばれている肉の部位がありまして、で、ここら辺全体がもも肉という名前になっているようです。そしてここ首、ちょっとグロいんで見せませんけど、首がネックで、そして翼がですね、手羽先ですね。これ爪があるんですよ。これはね、羽じゃなくて爪で、ちょっと恐竜っぽい名残がね、見えますよね。で、こっからですね、本来であれば内臓を取り出して内臓をきれいにした上で解体していきたいところなんですけども、足が長すぎてどうにもね、内臓を取るのが難しそうなんで、まずこの足を落として身軽にした状態でさばいていこうと思います。てかこの足見てよ、この足。うわ、これ生ハムにしてえな。そして申し訳ないんですけども、無料の方はここまでですね。一旦精肉しますんで、肉の部位に分かれたところでスタートします。はい、というわけでですね、解体が終了しましたということで、大体ですね、8時間ぐらいかかりましたね。13時半ぐらいに搬入されて、そっからもうほぼ休憩なしでさばき続けたんですけど、結局8時間かかりましたね。今何時ですか？0時46分です。多分さばいた部位を出すのは問題ないと思うんですけど、頭と肺だけはちょっとさすがにグロテスクだったんで、ちょっと見せられないなっていうことで、頭と肺だけはね、もうすでにいただいております。はい、ここからちょっと紹介していきますね。はい、まずこちらがですね、手羽先でございます。もう本当に恐竜みたいで、ここにちっちゃい爪があります。それほど何かを飼ったりとかするような強い爪ではありません。そしてこの横にあるものがダチョウの首ですね。はい。で、これもダチョウの首です。で、ここら辺のね、普通の赤身肉がフィレという部位になっております。フィレ、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 フィレ。で、ここがもも肉。なんか鶏もも肉のさ、開いてるやつが同じような形してますよね。鶏の構造自体は結構同じなのかもしれません。そしてですね、これがダチョウの心臓でございます。普通ね、鶏ってこんぐらいの心臓なんですけども、ダチョウの心臓はね、めちゃめちゃ大きいですね。はい。やっぱりね、時速60キロで30分も走れるんですから、そりゃすごいポンプ機能があって当然ですよねっていう感じの超でかい心臓ですね。そしてこれがダチョウの肝臓でございます。で、今回ね、ダチョウ基本的に冷凍して寄生虫とかを殺せば生でもね、食べれるということで、これは冷凍してレバ刺しでまた動画で食べようかなと思ってます。そしてですね、ジャイアントレッグ、超でかいね、この足なんですけども、この足はですね、一旦冷凍します。今日これ以上ね、この足を料理するとかはね、ちょっと難しいですね。できれば生ハムとかしてみたいんですけども、生ハムの作り方がわかんない。
何かよくわかんないと思うんですけど、これはですね、ダチョウの砂肝ですね。次の動画か次の動画でね、このダチョウの砂肝をね、さばく動画を出そうと思いますので、ぜひね、皆さん見てください。そしてこちら、ダチョウのぼんじりですね。で、これがね、ダチョウの足の骨です。で、今日はできないんですけども、ダチョウの足の骨の髄を割って焼いてね、食べてみようと思いますので、いつの日かこれをね、動画にしようと思っております。で、そしてこっちがさっきとは違う半身のね、ダチョウになっております。で、ちなみになんですけど、一応ね、ダチョウの卵もね、買ってました。もうすごい大きいですよね。はい、というわけでですね、今日はこのダチョウのもも肉とフィレを使いまして、バーベキューをしようかなと思います。深夜のバーベキューですね、絶対に胃もたれするというか、俺は始発まで寝れそうにないですね。これからね、このダチョウ全部冷凍したら刺身で食べれるようになるんで、ダチョウレッグだったりとか、ダチョウの大腿骨かな、足のすごい太い骨、そしてダチョウの手羽だったりとか、ネック、首だったりとかをね、一旦冷凍して、また動画でね、出そうかなと思ってますんで、皆さんやってほしいことがありましたら、ぜひね、リクエストしてみてください。ということで、一旦片付けましょうか。はい、ということで、完全にばらし終わりましたので、すべて冷凍庫にね、保存することにしました。で、今日はですね、今ばらしてて、一番美味しそうなフィレ肉の部分と、もも肉の部分を用意しました。で、これをね、串に刺して、豪快に焼いていこうと思います。絶対にうまい。さて、ちょっと油を落としまして、豪快にいっちゃっていいよね。ね、これマジでうまそうじゃない？みんな豪快なサイズに切っていきましょう。お祭りのさ、牛串とかもさ、こんぐらいさ、豪快にさ切ってくれればいいのにね。じゃあ今度もも肉。めちゃめちゃうまそうでござる。出ましたござる。ガチでうまそうな時にちょっと言ってしまう癖ですね。うわ、絶対に美味しい。早く食べたい。食べたいと思ってさばき出して10時間長いよ。早く食べたいよ。さてフィレを刺していきましょう。ちなみにダチョウをね、本当に刺身でね冷凍したらいけるんで、ちょっと吐き出しますけど、マジ馬刺しなんだよね。絶対うまいや。うわー、これ今日から毎日ダチョウ食べれるってことでしょ。最高すぎる。筋トレをねちょこちょこしてるんですけど、鶏胸肉ってさ結構きつくない？鶏胸肉食うのが俺結構ね一番しんどいかもしれない、筋トレで。でもこのダチョウだったら脂質ほぼない上でバカうまいからね。味付けはシンプルに塩コショウでいきます。素材のね味がねかなり良いので、もう塩コショウだけで全然大丈夫。よーし、焼きに行きましょう。炭火で焼いて食うもんが一番うまいですからね、世の中で。ではセットしましょう。やっぱ炭火の香りはいいな。今ブルーレアぐらいですね。俺結構よく焼き派の方が好きなんですよね。ステーキ屋さんとか行ってもウェルダンとか頼みますね。絶対レア頼まない。今レアぐらいですね。やばい、めちゃくちゃうまそうに焼けてきた。これは中で食べようか。ちょっと外暗いしね、声も出せないから。もう今深夜2時だから深夜2時でうまーいって言ってたらさすがにここでも怒られる。福井さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで完成です。ダチョウを1羽丸々からさばくと、精肉してバーベキューにするまでにかかる時間は12時間半でございます。はい、ということでね、12時間半かけて作った飯はうまいよ。でもこれ逆に言えばこれが普通だったわけよ。狩猟時代とかね、狩猟時代とか、よっしゃダチョウ取れたぞって言って、そっから多分黒曜石とかさ、なんか惰性石器とかでさばいてたわけでしょ。どんだけ大変だったんだろうね。もも肉いただきます。フィレ肉もいただきます。
ほう、めちゃくちゃうまいです。これはね、オージービーフですね。結構完全に赤身だったんでパサパサしてんのかなってね思ったんですけども、もも肉もフィレ肉も両方とも全然パサパサしなくて、水分があるからかすっごいジューシーで油もね意外と乗ってないように見えて、油の味もしてものすごく美味しいですね。はい。で筋繊維が一個一個ねものすごく太かったじゃないですか。太かったんで口の中のほどけ方も程よくて非常に美味しいでございます。そして臭さとかもない。でフィレ肉の方がなんかね香りが肉としてすごい非常に良いですね。はい。バカうまい。いただきます。もうごめん、マジうまくないですか？うまっ。めっちゃうまい。ほどける。オージービーフの上位互換みたいな。あ、ほんとそんな。和牛にはならないけど。うん。いや俺正直油はね結構臭かったわけよ、さばく時に。無料動画で見てる人はさ油を知らないだろうけど、とてつもない油が入ってて、油がめちゃめちゃ臭かったんですけど臭みとかない。とにかくうまいだけ。なんかステーキ屋さんで 200g6000 円のステーキぐらいの美味しさします。なんか赤身肉の頂点と言っても過言ではないかもしれない。で俺これで筋トレできるのか。多分30キロぐらいあるから1日1キロ食っても30日だよ。また仕入れる。あ、でもさばく。いやもう今度は吊るし切りでさばくから一瞬ですよ。うわうまっ。はい、というわけでごちそうさまでした。ダチョウ刺身は食べたことあるんですけど、初めて焼きで食べたんですけど、とてつもなく美味しいですね。うん。なんで売られてないのかよくわからないぐらい。だってあれ1匹20万ってことはさ、30キロ食肉部があったとして30キロだったら 100g666 円。まあまあええ肉ですね。うん。まあ 100g800 円ぐらいの肉の味がしますね。コスパで言ったら確かに和牛の方が美味しいのかもしれないけど、計算しなきゃよかった。ちょっと今回ねダチョウをさばくっていうね結構攻めた動画を出してみたんですけども、YouTube さんこれは教育的コンテンツですからこの動画を消すっていうのは良くないと思います。ぜひ YouTube さん消さないように配慮をお願いいたします。普段ね何気なく牛とか食べてますけど、牛もね命があって、そうやってこうやってさばく過程があってようやく肉として家庭に届いてるわけですから、そういう家庭から目を背けるっていうのはねちょっと俺は違うんじゃないかなと思い、この発信をねし続けていこうと思っております。ということでですね、次の動画でですね砂肝をさばく動画、そしてその次の動画で心臓ハツをさばく動画をね出そうと思うんですけども、広告引っかかったらサブスク動画になりますけども、広告引っかからなかったら無料動画で皆さん見てもらおうかなと思っておりますので、皆さんぜひねお楽しみにといったところで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。